こんにちは、ジーリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャットなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、さらなるビッグゲストが来るという噂もありますね。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは全体でマイナス $1.7 億ドルを記録しています。ファンドごとではフィデリティ、フランクリン・テンプルトン、グレースケールの流出が目立ちますね。これで全体では7日連続の純流出、連続純流出記録としては最高記録タイとなっております。一方、香港はプラス 11BTC、プラス66万ドル、イーサーゼロですね。あと、連日の ETF の流出から、ここから本格的な調整フェーズに入るのではないかという見解も話題になっています。先週のスポットビットコイン ETF の週間流出額は5億4400万ドルとなってまして、直近2週間合わせると11億ドル相当になってます。で、このコインシェアーズのアナリスト、バターフィールはですね、FRB の利下げ期待が薄くなっていることを要因として挙げてますが、このチャンネルで取り上げた動画を遡ると、中国の境外ストップの話題が出たのもちょうど2週間くらい前なんですよね。そこから悪いファンダが立て続けに出てますから、振り返ると結構前から兆候はあったんですよね。今週も ETF はマイナススタートとなりましたが、こちらもいつ反転するのか注目となっております。あとはマントゴックスの債券者分配が7月から始まるのも話題になっています。これが今回の大きな下落要因の一つとされています。ビットコインとビットコインキャッシュ合わせて90億ドル相当とされています。先月このマウントゴックスのウォレットが5年ぶりに動き出したのも取り上げましたけども、今回正式に返還スタートとなるようです。ただこういう返還ファンダって、実際始まるとですね、ファンダ解消で反転するケースが多いんで、今回もその通りとなるのか注目ですね。ただビットコインキャッシュはどうなるかわかりません。ビットコインの価格は現在6万1000ドルあたりを推移しております。昨日の注目指標の方では、ドイツの IFO 景況感指数が予想の 89.4 に対して結果が 88.6 と、予想前回を下回る結果となりまして、ドイツが停滞期から脱していないということになったんですが、ユーロ、金利はこの時間帯に上がっています。また要人発言の方では、日本の神田財務官がまたですね、必要であれば24時間いつでも介入する準備ができているという、口先介入と言われるような発言を残してまして、市場は一時ドル安、円高となったんですが、未だ159円台をキープしております。米国債金利は 4.23 を推移しておりまして、ナスダックが 19,470、S&P500 が 5,457、ダウ平均が 39,411、金ゴールドが 2,326 ドル、日経平均が 38,920 円、ドル円が 159.4 円となっております。個別株の方ではマイニング企業のハッタエイトが AI 企業のコーチュから転換社債を通じて1億5000万ドルの出資を受けるという発表がありまして、仮想通貨関連株が軒並み厳しい中ですね、1日でプラス 1.46% と上昇しています。あとは連日話題に上がっているライアットプラットフォームズがビットファームズの買収に動いている件の続報です。前回はビットファームズが買収拒否の声明を出してましたが、今度はライアットプラットフォームズがビットファームズの取締役会の再編を要求していると、株の購入のみならずですね、役員も入れ替えることで買収をより確実にしようとしているようです。買収騒動が出てからビットファームズの株価は上がってたんですが、今回の市場の下落に合わせて急落しています。1日でマイナス 8.8%、このマイナー同士の買収騒動がどのように着地するのかにも注目ですね。あとは日本のメタプラネットが債券で調達した10億円で再度ビットコインを購入すると発表して株価も上昇しています。こちらは直近高値を更新しそうな勢いになってますね。完全に日本のマイクロストラテジーと化してますが、このメタプラネットがどこまで行くのかにも注目ですね。ビットコインの先物の方では、ロングの大量生産が話題になってますが、これまでの大量生産と言われている額と比べるとですね、そんなに多くはないんですよね。ビットコインあると合わせて3億ドル程度になってます。
大家全体でマイナス 2.5%、額としては319億ドル相当と、比率としては全体ではロングが 58.7%、バイナスミはロングが 76.0% と上になっています。今後の指標としては、本日6月25日に米コンファレンスボード消費者信頼感指数、米リッチモンド連銀製造業指数、6月26日にオーストラリアの CPI、米新築住宅販売件数、6月27日にスウェーデン、トルコの政策金利、米実質 GDP、確保値などが控えております。市場全体で見たら、ナスダック、S&P500 も調整に入ってますが、ビットコイン仮想通貨市場は、マントゴックスファンダの影響もあってか、大きく下落してます。先週ではまず6万2000あたりを見てたんですが、一気に5万8300をつけてまして、現在6万ドル、6万2000の攻防となってますね。明るい兆しが見えそうなのは、マントゴックスファンダの解消と、スポットイーサ ETF の取引開始が期待されている7月だと思うんですけども、6月も今週いっぱいまでまだありますんで、ETF の流入回復も来週まで期待はできなそうですよね。チャットだけ見たら時間足だとそこあたりなんで、一時的な反発は見込めそうですけども、流れ的にトレテンできるほどの勢いはなさそうですよね。ここで反転して6万4000の抵抗を抜けてくると、強い形が作れそうですが、弾かれるとなると、5万ドルコースも見えてきます。上期待するのは月末でしょうかね。それまでどのようなファンダが出るのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3370ドル、BTC 建ては 0.0550 と、先週からは強くなってますが、ビットコインキャッシュが比較的弱くなってるんで、単独で強くなってるとは言えないですね。先物の方では大江は全体でマイナス 1.2%、額としては144億ドル相当、比率としては全体ではロングが 54.6%、バイナスミはロングが 76.7% と上入りになっています。米国のスポットイーサ ETF 取引開始が夏頃に期待されている中、下がっております。チャートだけ見たら、ドル建ては比較的底堅そうな3200の攻防に近くなっています。6月中に3200にタッチして、7月から反転するといった展開が理想的なんでしょうかね。反転した時、次は3600を超えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。トランプがビットコイン2024に参戦するかもしれないという噂が浮上しています。関係者筋の話ではですね、講演を交渉中とのことです。トランプ以外にもロバート・ F ・ケネディ・ジュニアとか上院議員も講演予定とのことですね。一般演説であれだけ盛り上がってますから、ビットコインのカンファレンスでトランプが講演するってなると、めちゃくちゃ盛り上がるでしょうね。先日ジェミニのウィンクルバス兄弟がトランプに100万ドルずつビットコインを寄付したのが話題になってましたけども、今回はアークのキャッシンもトランプ支持を表明してまた話題になっています。このトランプがちゃんとバイデンに勝てるのか注目ですね。あとジャンプトレーディンググループ傘下のジャンプクリプトの社長カリア氏が退任したのも話題になっています。最近テラと SEC の和解からテラフォームラブスが解散となりましたが、このジャンプトレーディングはテラのドルステープル UST のサポートに協力した企業として、SEC などから目をつけられていた企業とされています。先日このジャンプトレーディングに CFTC が調査に入っているというのも話題になりましたけど、そこから今回このジャンプクリプトの社長が退任したという流れになってますね。カリア氏はですね、今後の予定としては、これまで最も関わってきたポートフォリオ企業との関係を維持し、信じられないほど波乱に富んだこの数年間を振り返る時間を取りたいと思っていますと X に投稿しています。退任した本当の理由は明らかになってませんが、このタイミングでの退任ということでまた話題になってますね。SEC とテラの和解でルナーショック事件が終わりかなと思ったんですけど、未だ未解決の部分があるようですね。こちらの進捗にも注目です。あとはトルコの取引所 BTC タークが5500万ドル相当のハッキング被害を報告しています。ザク XBT の調査によるとですね、5500万ドルの中身はほとんどが AVAX トークンだったと。現在バイナンスなどが協力して、そのうちの500万ドルは凍結したとされてますが、まだ解決には至ってないようですね。AVAX は単独で弱くなっている印象はないですが、ここからどのように動くのか注目ですね。あとはバイナンス VS ナイジェリアの続報になります。先日米議員がナイジェリアに拘束されているバイナンス幹部ガンバリアンを訪問して、現在ひどい環境に置かれていて、マラリアと肺炎の処置もされてないから、一刻も早く帰国させるべきだと訴えてましたけど、今回ナイジェリア政府が反対の声明を出しています。ナイジェリアの情報国家大臣モハメド氏はですね、劣悪な刑務所環境で勾留されている健康状態が悪化しているという主張は虚偽であり、無視されるべきであると明言しますと、ガンバリアン氏は合法的に勾留されており、必要な場合には
いつでも質の高い医療を受けることができると。また母国政府の領事サービスも完全に受けられると。彼の交流は裁判所の命令によるものであり、条件を変更したり、釈放を指示したりできるのは、裁判所だけであることを改めて強調しておく必要があると。これは世界中の他のいくつかの国でも同様に追求されているものですと X に投稿しています。他の国と同じことしてるのになんで責められる必要があるんだと。ナイジェリアのネガケンするなということでしょうかね。このバイナンス対ナイジェリアの問題が解決するときは来るんでしょうかね。あと、ここからアルト関連になります。ベラチェーンのルードセステーキングプロトコル、インフラードがバイナンスラブスから出資を受けたのが話題になっています。金額は非公開ですが、これまで1億ドル相当の資金調達をしているベラチェーンがさらに出資を受けたということで話題になっています。日本のくださいコミュニティが今推しているプロジェクトですけど、またくださいの独り勝ちになるんでしょうかね。これもトークン上場後どのような格好をつけるのか見ものですね。あと NFT 関連ではマーク・キューバンが NFT を売りに出しているのが話題になっています。マーク・キューバンは2021年の NFT バブルに参戦した著名人で、業界を盛り上げてきた人物ですが、その人物が売りに出しているということで現在注目されています。プッチペンギンはもう3万ドルで落札されてますね。もう見切りをつけたんでしょうかね。一方、プッチペンギンズは親会社イグルを設立したことがまた話題になってますが、NFT 業界がもう一花火打ち上げられるのかも注目ですね。今日はこんなところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。